大谷翔平、父となって初めて迎えた特別な一日。その舞台で再び豪快なアーチが飛び出すのではないか。世界中のファンがそんな期待を胸に見守る中、ロサンゼルス、ドジャースは敵地ミネソタでツインズとの3連戦初戦に臨んだ。日本時間6月23日、大谷はいつものように1番 DH でスタメン出場。しかし、この日の試合は誰も予想しなかった衝撃的な展開へと突き進んでいくことになる。前日の試合で大谷は、父親となってチーム復帰後すぐに第16号ソロホームランを放ち、スタジアムを熱狂の渦に巻き込んでいた。新たな家族の誕生という人生最大級の喜びを胸に刻み、そのバットから放たれた一撃はまさに記念碑的なホームランだった。そして迎えたこの日はアメリカで、父の日、特別な意味を持つ一戦で、大谷は父の日仕様の水色のバットとスパイクを身につけてグラウンドへ姿を現した。球場全体がその姿に注目する中、初回の先頭打者として打席へ向かった大谷。相手先発はウワン・シメオン、ウッズ、リチャードソン。スタンドから大きな歓声が降り注ぐ中、大谷は落ち着いた表情で投球を見極める。そしてフルカウントから四球を選び出塁。いきなり仕事を果たした。続く打線も流れに乗った。フレディ、フリーマンのヒットで二塁へ進むと、西二塁からマックス、マンシーのタイムリーヒットでホームイン。これがドジャースにとって、この試合唯一となる得点だった。この瞬間だけを切り取れば、ドジャースにとって悪くない立ち上がりだったのである。さらに2回の第2打席でも大谷は存在感を見せつける。2ストライクと追い込まれながらも、内角高め 95.6 マイル、およそ154キロの速球を鋭くセンター前へ運んだ。まさに技術と反応速度が融合した位置だ。これでチャンスは一死一、三塁へと広がった。球場には追加点への期待が膨らむ。しかし、その後が続かなかった。後続が倒れ、せっかく大谷が作った好機も得点には結びつかない。ここから試合の流れは徐々にドジャースから離れていった。そして、この打席で思わぬアクシデントも起きる。父の日仕様の特別な水色バットが折れてしまったのだ。象徴的なバットを失った大谷は、5回の第3打席から通常のバットへ持ち帰ることになった。だが、その第3打席、ファンが待ち望んだ2試合連続ホームランは生まれない。外角低めのスプリットに合わせた打球は一塁ゴロ。前日の劇的な一発の再現とはならなかった。それでも試合前、多くのファンは再び大谷のホームランショーを期待していた。前日に放った第16号の余韻はあまりにも鮮烈だったからだ。父となったスーパースターが、父の日に再び特大アーチを描く、そんな物語を誰もが思い描いていた。しかし野球は時として残酷だ。大谷個人は2打数1安打、1四球、1得点と結果を残していた。出塁し、得点し、ヒットも放った。数字だけを見れば決して悪い内容ではない。それでもチーム全体を見ると、試合は完全に別の方向へ進んでいたのである。ドジャース先発のエメット、シーハンは立ち上がりから苦しい投球を強いられた。初回に失点すると、その後もツインズ打線の勢いを止められない。2回、3回、4回と失点を重ね、4回途中までに8安打6失点。復帰後の期待を背負った右腕だったが、この日は本来の投球を見せることができなかった。一方でツインズ先発のウッズ、リチャードソンは安定感抜群だった。ドジャース打線は散発的にヒットを放つものの、決定打が出ない。大谷がチャンスを作っても後続がつながらず、得点圏であと1本が遠かった。スコアボードには無情な数字が並んでいく。初回に1点を返した後、ドジャースは2回から9回まで沈黙。ゼロが延々と並び続けたのである。そして終盤、その差はさらに広がった。7回、4番手として登板した投手陣がツインズ打線に捕まる。強烈な一発を浴びるなど、この回だけで大量失点。ドジャースベンチには重苦しい空気が漂い始めた。さらに8回にも追加点を許し、スコアはついに1対12。試合は完全にワンサイドゲームとなった。これほどの大差がついたことで、デーブ、ロバーツ監督は決断を下す。7回、大谷の打順が巡ってくる場面。しかしベンチから代打が告げられた。大谷はここで試合を退くことになったのである。実は前日の試合後、大谷は左膝にアイシングを施していた。その様子が映し出されたことで一部ファンの間には心配の声も広がっていた。しかしロバーツ監督は試合前から、彼は大丈夫だ、と説明。大事を取った交代であり、故障によるものではないことを強調していた。それでも、
ここまでチームを攻守両面で支えてきた大谷だからこそ、この大敗の中で無理をさせる必要はなかった。シーズンはまだ長い。今後の戦いを見据えた指揮官の判断だった。大谷だけではない。フリーマンやマンスイら主力選手たちも次々とベンチへ下がった。勝敗がほぼ決した試合で消耗を避けるための措置だった。そして9回、さらに象徴的な場面が訪れる。大量ビハインドの中、野手のミゲル、ロハスがマウンドへ上がったのである。メジャーリーグでは大差の試合で投手を温存するため、野手が登板することがある。この日もそのケースとなった。スタンドには複雑な空気が流れていた。前日には大谷の復帰弾に歓喜し、父となったスターの新たな物語に酔いしれていたファンたち。しかしその翌日、待っていたのはまさかの大敗だった。それでも大谷自身は確かな足跡を残した。四球で出塁し、ヒットを放ち、得点も記録。チームが苦しむ中でも自らの役割は果たしてみせたのである。試合終了時点での大谷の成績は打率2割9分7厘。16本塁打、43打点、16盗塁。さらに投手としても7勝2敗、防御率 1.47 という驚異的な数字を残している。まさに二刀流としてチームを牽引する存在であることに変わりはない。だからこそ、この日の敗戦はドジャースにとって単なる一敗以上の意味を持っていた。大谷が出塁しても勝てない。大谷がヒットを打っても流れを変えられない。チーム全体として課題が浮き彫りになった一戦だったのである。しかしシーズンは続く。父となった大谷翔平の物語も、まだ始まったばかりだ。前日に放った感動の第16号。そしてこの日の悔しい大敗。その全てを糧にして、再びバッターボックスへ向かうことになる。しかし、この屈辱的な大敗の裏側には、首脳陣なりの明確な意図があった。試合後、NHK、BS で解説を務めた今中慎二氏は、ドジャースが終盤に大谷翔平をはじめとする主力選手を次々とベンチへ下げた判断について言及した。本来であれば、本拠地での試合でスター選手を途中交代させることは避けたい。それでも、162試合という長いレギュラーシーズンをおののい抜かなければならないメジャーリーグでは、時にそうした決断も必要になる。実際、ドジャースはここ数試合、行き詰まる接戦や劇的な試合が続いていた。さらに大谷は、愛娘の誕生に立ち会うため一時チームを離れ、復帰したばかりだった。左膝の状態への配慮、今後予定されている登板、そして過密日程による疲労。それらすべてを総合的に考えた結果が、あの途中交代だったのである。スタンドでは試合終了を待たずに席を立つファンの姿も目立った。前日の試合では、大谷が父親となって初めて放った第16号ホームランが球場を熱狂させた。チームも最後まで粘り強く戦い、ファンの期待に応えていた。しかしこの日は違った。投打ともにオリオールズに圧倒され、反撃の糸口すら見出せないまま試合終了。ドジャースは痛恨の2連敗を喫し、カード勝ち越しも逃した。ホワイトソックスとのカード以来となる、2カードぶりの負け越し。リーグ西地区首位を走る王者ドジャースにとっても、決して軽視できない敗戦となった。そして、この試合で大きな注目を集めたのは、大谷だけではなかった。ドジャース打線を封じ込めた相手投手にもスポットライトが当たる。オリオールズ先発のブランドン・ヤング。身長198センチを誇る長身右腕は、5回を投げて5安打1失点。強力ドジャース打線を最小失点に抑え込み、今季6勝目を手にした。だが彼が話題となった理由は、その投球内容だけではない。実はヤングは大の日本好きとしても知られている。登板前日、日本メディアのカメラマンに対し、自ら笑顔で、はじめまして、と日本語で挨拶。さらに、ありがとうございます。どういたしまして、といった簡単な日本語も話せるという。その理由は、かつてチームメイトだった菅野智之から日本語を教わった経験があるからだった。試合後には、いつか富士山に行ってみたい、と語り、日本文化への強い関心を隠さなかった。さらにヤングは、日本人投手たちからも大きな影響を受けている。特にドジャースの山本由伸については、その抜群の制球力と投球術を高く評価しており、自身の投球スタイルの参考にしていることも明かしている。ドラフト指名後、長いマイナー生活を経験しながら這い上がってきた苦労人。その努力が実を結び、この日ついに世界最強クラスのドジャース打線を相手に堂々たる投球を披露したのである。ドジャース打線から見れば、初回に大谷の死球をきっかけに1点を先制したまでは良かった。しかし、その後はヤングの巧みな投球術に翻弄され続けた。
特に2回、大谷のヒットで広がったチャンスは、この試合最大の得点機だった。だが、その絶好機を生かすことができない。結果的に追加点は奪えず、そこから流れは完全に相手へ傾いていった。そして終わってみれば、スコアはまさかの1対12。ドジャースにとっては忘れたい一日となった。しかし、野球の世界では敗戦を引きずっているいとまはない。翌日には新たな戦いが待っている。そしてその新たな戦いの舞台となったのが、敵地ミネソタで行われたツインズ戦だった。前日の大敗を払拭するためにも、チームには勝利が求められていた。もちろん、最大の注目は大谷翔平。前日にホームランを放った勢いそのままに、再び豪快な一撃が飛び出すのではないか。ファンの期待は最高潮に達していた。この日のドジャース先発はランドン。前回登板ではレイズ相手に6回3失点と試合を作ったものの、勝敗はつかなかった。対するツインズの先発は、メジャー3年目のウアンゼビ。マシューズ。ここまで3勝4敗。防御率 4.78。そして大谷にとっては、この日が初対戦となる投手だった。球場の空気が張り詰める。試合開始。そして初回。先頭打者として打席へ向かう大谷。その瞬間。誰もが固唾を飲んで見守っていた。すると、マシューズが投じた初球。高めのストレートだった。次の瞬間だった。大谷が迷いなくフルスイング。轟音が球場全体に響き渡る。完璧に捉えられた打球は、一直線にセンター方向へ舞い上がった。外野手は一歩も動かない。いや、動く必要すらなかった。打球はそのままスタンドへ一直線。ホームラン。球場が騒然となる。大谷翔平。第17号先頭打者ホームラン。打球速度 109.8 マイル。およそ 176.7 キロ。飛距離411フィート。約 125.3 メートル。打球角度23度。まさに弾丸ライナーでスタンドへ突き刺さる衝撃の一発だった。前日の第16号に続く2試合連続アーチ。しかも先頭打者ホームランという最高の形で、ドジャースに勢いをもたらしたのである。その後も大谷の勢いは止まらなかった。3回の第2打席ではライト前ヒットを放ち出塁。5回の第3打席ではフルカウントから四球を選び、チャンスを拡大する。7回の第4打席こそ空振り三振に倒れたものの、9回の第5打席では再び快音を響かせる。右翼線を破るタイムリー二塁打。貴重な追加点を叩き出した。気がつけば4打数3安打。1本塁打。3打点。まさに圧巻という言葉以外見当たらない大暴れだった。前日の大敗で沈んだチームを、自らのバットで蘇らせる。それが大谷翔平だった。敗戦の悔しさをたった1日で歓喜へ変えてしまう。スーパースターだけが持つ特別な力。そして父となった今、その存在感はますます大きくなっている。果たしてこの勢いはどこまで続くのか。ドジャースの快進撃とともに、大谷翔平の伝説はさらに新たなページを刻み始めている。